全国どこ行ってもシーバスはシーバスだから、やっぱり本質は基本的には一緒なんで、結局航空写真で探していくんだけれど、やっぱりその自分で経験してきたその釣ってきたポイント、やっぱこういうところでやっぱシーバスったことあるからっていうところで、もちろんなかなかね写真を見ただけじゃ実際のと全然違うじゃんってこともね今回もありましたけど、やっぱり詰まるところ自分の足で歩いて、そして自分の目で見て確認していく、やっぱりその作業っていうのがねやっぱりこの魚を探していく、この過程っていうのがやっぱりそのシーバス釣りのより面白いところだと、やっぱ改めて今回の撮影を通して感じさせていただきました。さあ今回のね、舞台の石川県の、僕なりの印象なんですけれども、石川県はね、そうですね今年で4年目にね、通い始めてなります。通っているといってもですね、年に1回や2回という感じで、そこまでね、がっつりとした経験値はなくて、非常に浅い経験値では、あるんですけれども、まずねその石川の河川、結構ね河川多いんですよ。そしてね川を覗いてみると、今の時期であればね、稚鮎はいる、ね稲子、白もいる、結構大きめのね、ボラもいたりもするし、状況によっては、この城なんかもね入っていたりもします。非常にこうベイトフィッシュ豊かっていうのもね印象としてありますね。時期的にも稚鮎、その辺りが絡んできますし、当然白とかね、おそらく白ボイルとかもね見れるんじゃないかというふうに思ってます。なので比較的そうですね、ミノーのジャーキングであったり、ミノーを主軸としながらも、小型のバイブレーションであったりとか、小型のプラグ、状況に応じてね使っていくつもりです。なので、基本的にはねアバニシーバスマックスパワー X9、その辺りを、メインにしつつ、やっぱりちっちゃいね、非常に美波動系のルアーをメインにする場合であれば、やっぱりねこうしなやかな、タイプの方がね個人的には相性がいいので X8 をね、使っていくというようなそんな感じの、使い分けセッティングで、今回はね準備してきております。どんな魚に出会えるか、まだ分かりませんけれども、もしかするとねちょっとね苦戦するんじゃないかなっていうふうには薄々思ってます。ただね、そうだからこそ楽しみながらね本当にこう日常を忘れる一本と、出会える価値が、より高まるんじゃないかと思って、非常に楽しみなね、兆候となるんじゃないかと思います。ということで、頑張って楽しんでいきたいと思いますね。かっこいい。こんなにもう人生捧げられる超魅力的なターゲットってなかなかいないですよね。よかったよかった。石川県はね今年で4年目ぐらいかな、年に2回ぐらい来てるんですけど、過去最高に自分の経験上はちょっと渋い年なんかね魚がね薄いんですよ。ただ最近ね結構梅雨入りもして雨が降ったんで河川内にシーバスがね入ってるかもっていう感じの状況ですね。とりあえずちょっとねいるべきところにいてくれるかどうかちょっと見たいなと思って、地形変化とかはねそこら辺を打っていきながらやっていこうかなと思います。石川の猛者の皆さんがかき分けていった足場でございます。はい、まずねこちらです。デュオのタイドミノースプラット 100SF になります。10センチのフローティングミノーですね。SF はねスローフローティングの略になってます。水なじみもいい感じのミノーですね。今ね背の周りを打ってる感じですね。やる気のある食い気のあるんでシーバスがいればその背の浅いところに乗ってるっていうイメージですね。そ背のところに反応がなければそこの縁の方を打っていって、ボトムに住んでるやつをバイブレーションのところで探っていくっていうようなイメージです。
結構風吹いてんだね。やっぱね、風ってアングラ側からするとまあルアーが思うように飛ばなかったりもするし、結構ね釣りする行為自体はね、ストレスになるじゃないですか。でも魚を釣るっていう風に考えるとプラスに働くことって多いんですよ。風でベイトも動くし、ある程度魚の動きに関わってくるんで、風の動きっていうのは。あとは波が立って警戒心も和らぎやすいっていうのもメリットとしてありますよね。そんな中でもこのラインのね張りがあるアーバニシーバスマックスパワー X9 で、この X9 であれば比較的風が強い中でもラインのベンディングって非常にやりやすいんでね、ストレスがある状況だけれどもそのストレスを多少ね軽減できるっていうのも魅力の一つですね。しなやかなラインはやっぱ良さもあるけれど、今こういう環境下であればしなやかなゆえにふわーってラインがねしちゃうんで、風向きによってはストラクチャー際を打つときにラインが乗っちゃうとかね、ストラクチャーに当たっちゃうとかってあるんですけど、ある程度防ぎやすい。さあそんなイージーじゃねえぞっていう幕開けですね、これは。そうですか、いませんか。歩いて上行きます。欄外しながらやっていきます。道路出ちゃおうかな。上の端見に行くかな。ちょっと歩くんだよね。でもシーバスマンって歩いてなんぼじゃないですか。やっぱり歩きましょうか。ちょっとねそれやってても意味ないんで。食わんすか。食わんというかいないのか。いやーノーコンタクトですよ、魚ちゃん。シュテリフの DC7 です。よし、ちょっと日没直前、あそこに生えてる足の前だけやって。よいしょ。さあ結構歩いてきて、ずっとねこう護岸が続いてたんですけど、こっからねちょっと足が水の中入ってるんですよ。ちょっと自然のものが水の中に入ってる感じ。これで岸沿いの変化も生まれてるし、結構ああいう足の際とかにもベイトがついてたりするんで、それを待ち構えてるシーバスをちょっとやっていきたいと思います。最後夕方出るといいね。来た、最後に来たよ。元気じゃん。真っ黒です。おっしゃー、よかったよかった。結構ねこう石が入ってるんだけど、やっぱラインがいいと安心感違うね。真っ黒いのがいてくれました。はい、ありましたね。ほい、釣れました。最後夕方にね、いつきだね。真っ黒いシーバスいいじゃん。ちょうどそこ足がね生えてて、その足際です。結構その足にベイトが溜まってたりもするんで、テリフの DC7 ってミノーで探っていったらやっぱ一発でしたね。よかったね。いるとこいるだろうなとこで探していったけどずっといなくて、変化を一個一個打っていったところヒットしてくれました。ちょっ
っと歩いてきたから息上がっちゃってるね。はい、はい、ありがとう。とりあえず出てよかったですね。ほんとこの足際って感じでしたね。まあ結構ベイトも少なかったから、ベイトがやっぱりつきやすいところを乱眼していって、最後の最後ようやくっていう感じでしたね。もうちょっとだけ投げてみて終わりかな。よしよし。まあ夜になるとまた違う顔を見せてくれるかもしれないけど、とりあえず明るい時間帯の部は魚薄かったですね。まあでも釣れてよかったね。歩き回って、まあここじゃないかあれじゃないかっていろいろ試しながら釣った一本、まあ、自分の魚っていう感じでしたね。よかったっす。とりあえず日没ゲームセットって感じで、とりあえず一回終わりにします。さあ今日はね、川を変えてスタートしていきます。まあ、昨日の入った川がもう少しベイトっ気とかあればね、今日の朝もやろうかなって思ってたんですけど、ちょっとあんまりベイトっ気なくて、違う川で様子見ていきます。まあ、とりあえず下流域って感じですね。ほんと最下方の方っていうところで、とりあえずここから様子見ていこうかなっていう感じです。とりあえず今日はね、メインライン、まあ、昨日と一緒でアボニシーバスマックスパワー X9 ですね。その1号で、リーダーがこれね、ほいシャワーレコードとかね、ちっちゃいベイトを想定して小型のプラグも投げる場合に、あと様子見で 3.5 っていうのもね出てます。まあこのシャワーレコード 3.5 号とかっていうね、細かいラインナップもあるんで、より細かな状況に対する、まあ、号数選びっていうのもできてますね。なんか3号じゃちょっとやっぱちょっと不安で、4号じゃちょっと太いんだよなって時なんか意外と 3.5 って結構ね使いどころ多いんで、とりあえずミノーからスタートしていきます。タイドミノースプラットの 100SF です。結構寒いな。ちょっとバイブにします。なんやかんやバイブ強いこれなので、とりあえず 10g プレートバイブです。きたきた。あー出ちゃった。スター線外れちゃいました。まあなんか粘ってればどっかでタイミングが来そうだけど、見切っちゃってもいいかな。うん、よし、一回ちょっと見切っちゃいます。でこの同じ川で上流の方見に行こうかなと思いますね。とりあえず移動します。まあワンヒットあったけどちょっとバラしちゃったね。よし、さあ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 、ちょっと上はアングラーさんがいらっしゃったんで、この辺からやっていくかなね。よし、とりあえずザックザックあっちらこっちら歩き回る作戦でいきますよ。目に見える変化をバンバン打っていく感じで、まあデーゲームならではの楽しみ方だよね。まあ先ほどに地元の方が釣りされてて情報もいただいたんですけど、先週はねめっちゃ良かったみたい。1人10本とかそ
それぐらいだったらしいんですけど、なんかね雨が降ってダメになっちゃったらしいです。なので本当ここ数日はもうね全然ダメですよっていう感じの状況らしいです。まあ残念ながらよろしくないタイミングでの兆候になっちゃってますけどね。でもどこかしらにはきっといるから探し回ってね魚探していきたいと思います。でもやっぱね本当にいい釣りしようと思ったら釣れてるって情報で行くっていう後追いよりもやっぱね情報を発信する側というか、やっぱ通っていればやっぱねすごいいい時にやっぱ当たるんですよ。やっぱ本当ねどんな釣りもそうだけど詰まるところ釣りに行くことがやっぱ正義です、釣りは本当に。あとやっぱり釣れない時っていうのもやっぱちゃんと釣れない時やっぱり理由があるんで、釣れる時も知っておくべきだし釣れない日もちゃんと経験して、やっぱ釣れた時釣れない時のなんか違いが何だったかなとか、風向きなのか、ね、水量なのか雨が絡んでるのか水質なのか、釣れないこともやっぱり釣るためにはすごい大事な行為なんで、結局釣りに行くのが正義になっちゃう。いいね、全く当たらないね。気持ちいいぐらいに当たりませんね。ちょっと移動しましょうね。さっきの川から30分ぐらい走ったところかな、また違う川にやってきました。ほぼもう経験値ゼロに等しいぐらいの場所ですが、探りながらやっていきましょうかね。じゃあプレートバイブルの 10g ですね。チャートバックキャンディーでいきます。逆に石川にお邪魔させてもらった時に釣りしてる河川が渋くて逆に良かったな。なんか新しいことがちょっと今回できるんで逆にワクワクしちゃってるというか、いつもは結構イベントのお店さんのイベントとかに来たタイミングで行ったりするんで結構ね時間も限られてるからどうしても自分の実績を追っちゃったりもするんですけど、それが今なくなった以上はやっぱ新しいことを探していけるんで逆にちょっと楽しくなっちゃってる。来たけど黒鯛っぽいね。黒鯛ですね。石川黒鯛。はいやったね。黒鯛です。石川さんの黒鯛ついてくれました。プレートバイブの 10g です。サンキュー。釣れると嬉しいね。船だ。船の人が乗るってやつ。黒鯛です。なんかいい黒鯛よね。ほら今日3本目の川になって、今黒鯛だけれどシーバスもボイルしてたりするんで、イナッコも結構多いし、だいぶなんかシーバスに近づいてきてる感はありますね。ベイト系もあるしね。はい、歩き回った結果いい感じじゃないってところをね、見つけられてますね。だいぶイナッコも溜まってて水深もあってもう地形の変化もしっかりついてて、魚いるでしょっていう感じ。黒鯛とちっちゃい生後サイズって感じはかかったけれど、ほんと生命感にあふれてるんでだいぶ朝まずめ良さそうだから上位候補かなっていう感じで今捉えてます。とりあえず一回、当たりもなくなったんで一回上がってまたちょっと考えようかなと思いますね。
さあまたまた移動してきちゃいました。1時間ぐらいでね走っちゃったね。4本目の川でございます。特に瞑想してるわけじゃなくて、なんかいろいろ見て回りたいっていう感じが強いで、やっぱ一番魚っ気あるかなってところで、明日の朝とか向かいたいなっていうような思惑でございます。ここもね、ちょっと見に来たっていうぐらいで、ここの水にルアーを入れたことがまだないんで、どんな感じかなと思って楽しみですね。とりあえず降りていきますか。なんかすでにちょっと生命感薄い感じするね、さっきの川に比べると。でもちょっと水質が違う水の色でちょっといい感じのよりには夜だね。とりあえずテリフの DC7 です。7センチのフローティングミノ。とりあえずちょっと水門打っていまいちだな、パワーないね。そしたら地形的に絞れてるところ、あの辺ですね。ああいうとこ流れも出やすいんで、そこを一回見に行ってって感じですかね。水はやっぱ動きがある感じだね。来た。いた。いいツッコミ。手首がごめん痛くて。よっしゃ。おっ、ふいえ、やったーいたね。ほい、はい、釣れた。歩き回って探し回ってね、ヒットしました。やったね。昨日と違って今度はちょっと白っぽい魚。いいじゃんね。リバーシーバスって感じのシチュエーションでいい魚。嬉しいねこれは。いや、このちょっとね、車で走ってかつ歩き回ってのね、探し回っての1匹ってことで、やっぱこうやってと苦労した末の1匹っていうのはすごくね、記憶に刻まれる一応になりますね。なんでし1本、ね、綺麗なシーバス、かっこいい、最高ですね。やっぱ嬉しいね、初場所はね。最高の1匹、タイドミノスリムの120です。20年前のちょっと渋いっしょ。よくよく見ると嘘とかいっぱいあってね、このままずっとやれちゃうから、魚も出たしね、一回区切りにしようかなと思います。一応ね、昨日含めて河川4つ回ったんですよ。全体的に見て回ってっていうところで、魚も2本は出てるんで、結果的には全然いいかなっていう感じなんですが、明日の最終日、朝早朝からできるので、今日見た具合を、考慮しつつ、朝はとりあえず稲子の出勤ボールとかもあるかなってことで、先ほど言った3本目の、川に行って、その後日中は、この川もう一回ちょっと追ってもいいかなっていうような、雰囲気を感じているので、そんな感じで、明日はね最終日楽しんでいこうかなと思います。ということで一旦これで、2日目は終わりです。来た。
さあもうあっという間3日目最終日の朝ですね。初日、夕方で、昨日と、最初ね、初日の夕方と、昨日の午前中まではね、自分のその石川県での、経験値っていうのをなぞっていくっていう展開でしたけど、それがちょっといまいちはまらずっていうところで、まだ自分がちょっと未知だったところっていうのをね、午後から探し回ってっていう感じで、午後というかもうお昼前ぐらいからって感じですよね。そこからいろいろこう結局4つの河川を回った感じで、ある意味今日はねそのまま答え合わせというか、そんな日になるかなと思います。これ例えば外れちゃっても、それはそれで経験値になるし、読みが当たればやったねっていう感じになるんですけど、とりあえずやっぱ昨日見た感じは稲子とかがいたんで、結構量もいたしね、今からやる川は大体あんだけの量の稲子がいると、おそらく朝ボイルとかも起きるんじゃないかなっていうのもある程度読めるんで、それをちょっと今から期待してやるっていう感じですね。展開的には朝午前中稲子月のシーバス狙って、で落ち着いたら昨日釣れた川をもうちょっと探索して回っても面白くなるかなというふうに思ってます。最終日頑張っていきますか。朝まずめにないですけど、まだ暗い時間帯なんで、普通にナイトゲームって感じで橋のね、明暗部を打っていきます。とりあえず表層から探っていこうかなと思って、タイドミノーのスペクター 135SSR スーパーシャローランナーのミノーです。ボイルとか出てないけどしっかり稲子はいますからね。ちょっとやっぱ下げの押しは弱いっちゃ弱いっすね。で面下10センチぐらいのレンジ感ですね。引いてるのはこの X9 の直進性がやっぱ流れの中の感度っていう部分でもすごくイメージが湧きやすくなってますね。とりあえず今は橋の明暗部を打ってる。暗いうちはねこの、橋の下流側に足がね昼間見たところあったんですけど、足がこう水中に入ってるんですよ、水の中にね。でそうすれば暗いうちってボラの稚魚ちっちゃい稲子とかはこう足の中にこう入ってて、で朝日が出てくるタイミングでその足から出るんですよね。でその時にやっぱりそのシーバスがそれを待ち構えてて捕食するっていう行動パターンっていうか捕食パターンがあるんで、関東でいうと蛭間とか利根川とかにあるようなパターンですね。それが当てはまりそうな雰囲気が昨日見てた感じはしてたんで、それを今試しに朝狙いで入ってるっていう感じです。こっち側の方がやっぱり稲っこいな。おい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 、始まってますよこっち。ふわふわってこうラインをちょっと軽く弾いてあげる感じのアクションぐらいでちょうどいい。シーバスの捕食音ですね。たまにナマズがすごく出てたりもするんですけど、おし来た、よっしゃー、エアレスペンシル8号。ちょっとふわふわやってる感じぐらいのが出るんだよね。おお、ほい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 、すごい元気。
ほい、出た。リアルスペンシルの8号でした。はい、出ましたね。狙い通りの稲子ボイル打ちってやつですね。リアルスペンシルの8号、ちょっと太いなんかしっかり食ってるシーバスがなんかようやく釣れてくれました。ちょっとほんと浅いところで食わした感じのフッキングの位置だね。リアルスペンシル8号、稲子ボイル強いのよこれ。まあほんと昨日稲子ボイルあるでしょって思ってね、探し回っての答え合わせでしっかりと答えが出た、そんな朝でしたね。なんかやっぱ元気がいいです、石川の魚。やった、嬉しいね。いや、今日も楽しい一日が始まっちゃいましたね。ほんとそうラインスラック、たまにこうツンってこうラインが張るぐらいの感じの操作感ですね。意外とそのペンシル、シーバスの狙うペンシルでこの白パターンもそうなんですけど、意外とこう派手に動かしすぎちゃってるっていうこと結構あったりするんで、なんかね、なんていうのかな、気づくなよぐらいの感じで動かしててパーンみたいな、なんかそんぐらいのちょうどいいぐらいです。気づくなよってそーっと動かすみたいなね。でシーバスってね、ルアーよく見てますから、ちゃんと探してくれますからね。これ結構ね、X9 パリッとこう直線性高いラインなんで、風とかここで吹いたりするとね、たまに竿先絡んだりするんですけど、 X9 はね絡まないんでね、トラブルレスです。竿先にこうなんか絡んじゃったりとかっていうのもないんで、はい、とりあえずちょっと稲子についてるシーバスを狙い打ちできる時間帯はちょっと過ぎたかなって感じなんで、一回一本下の橋を見に行こうかなと思います。はい、なのでちょっと移動しますね。そこは深いね。来た、これはシーバスだ。これは出ちゃった、くそー。よし、まあ狙い通りでことでいいっすよね。いや楽しい朝だったね。とりあえずこれから、昨日行った4本目の川で、今回の兆候は俺かなって感じです。とりあえず移動します。さあ今回で最後の河川になりますね。昨日回った4本目の川、最後釣れたところですね。そこを最後まだ打っていないところをチェックしていきたいなと思ってやってきてます。先ほど朝釣ったポイントに比べるとやっぱ稲子っていうよりも血合いって感じなんですよね。パッと見の生命感っていうのはないんだけれど、目凝らすとやっぱり水路に血合いが入ってたり水門周りに血合いが溜まってたりしてるんで、シーバスもいるかなっていう感じです。魚も釣れてるしね。もうちょっと歩いてみてもいいですか。今から行くとこはもう全部知らないところだからさ、楽しいよね。結構生い茂って釣りしにくい環境になってきますね、ここから上はね。さあ汗だくになりながら登ってきましたけれども、航空写真で見た感じの流れと地形と規模感ではなかったですね。そうだね。よし、とりあえず平常の水位でここまでは登るかってとこまではチェックし尽くしたっていう感じですね。ちょっと反応は取れなかったけど、次につながるね、汗だくだけど
次につながる感じだと思います。マジで暑い。はい、汗だくや。頑張って歩き回ってるからね。とりあえずこの辺のなんか開けてるところ、地形変化あったら魚もついてる可能性もあるんで、バイブレーションでやっていきます。タイドバイブの70ですね。なんかスプールからガイドを抜けていくこの放出感もすごい気持ちがいいんですよね、X9 って。なんかつっかい感がないというか、さーっと伸びていくような感じ。直線性が高いんで、こうなんかブランクスでまとわりつくような感じもないし、本当なんか抜けがよく、やっぱりそのラインのやっぱり張り感がやっぱあるんで、特にデイゲームってこうボトムをこう探っていく釣りっていうのが非常に展開として多くなるんですよ。その時にやっぱりその着底の感度が取りやすいとか、だからそれがやっぱ風とか吹いてる時にやっぱりそのよりその風があると感度って取りにくくなってくるんですけど、風の中でもこう無駄にラインがねこう煽られにくいとか、そういう直線性の高さっていう部分の感度の良さっていうのはそのルアーの状態をね感じ取りやすいんで、着底したなとか、そこからそのルアーの浮き上がり、レンジ感っていうのも把握しやすいんで、ラインの恩恵による、高感度っていう部分で当然やっぱりその、夜も大事だけどデイゲームにおいてもやっぱりこのレンジ感の把握とかそういうところにもすごくね貢献してると思いますね。来た。危なっ。そのまま上げちゃいます。すごい元気。嘘でしょ。枝ごと枝ごとコンディションめっちゃいいよ。うおー、やったぜ。枝にちょっと巻かれちゃったけど、これぞ昭和レコードね、強さの証明でございます。なんかすごいコンディションのいいねシーバス、やったね。ようやくデイゲームらしくバイブレーションで釣れたよ。かっこいいよ。反転もしっかり入ってね。とりあえずリリースしますね。Thank you。 なんか本当沖の方が浅くなっててっていう感じで、地形の変化がしっかりあるっていう感じですね。こっからずっと歩いてどう1キロ以上はもう楽勝に見て回ってると思うんですけど、見に行った感じだとやっぱりこの辺にちょっと一回溜まって、雨降ったらそこから登っていくんじゃないかみたいな、感じ雰囲気でしたけど、それで一回ちょっとねこの辺も様子見たところ、バイブレーションでねやってくれましたね。いい感じの本当なんか流れで連れて行ってくれてますね。そりゃ引くわ。80はあるよね。80はあるな。はい。80どう 5 くらいあるんじゃないか。ちょっと測ってみるけど、お尻の方かかっちゃったね。なんかちょっと寂しい気持ちになっちゃってるけど、複雑な、どんな顔すればいいのっていう感じの、やったね。結構そこを歩き回って藪も越えたりしてね、釣れそうな条件を探してって感じだったんで、結構ねこの1匹が釣れるその1匹の理解度っていうかな、そういう部分ではすごくあったかなと思います。いろいろ見て回ってからこそ
なんかやっぱこういうとこついてるよねっていうような感じでね、かっこいい。こんなにもう人生捧げられる超魅力的なターゲットってなかなかいないですよね。ね、よかったよかった。いやもう20年以上、いや30年近く経つのかな、タイドビノスリムの120。リバーシーバー使い勝手いいっすね。なんかいい意味で軽くていい。結構最新のルアーって飛距離とかも重視したいんで結構重いんですよね。で重くなるから結構ボディを太くして浮力を持たすみたいな感じだったりするんですけど、これは本当細身でなんか軽いけど、まあ飛行姿勢も結構多いんでスーってこう飛んでいってくれる感じ。軽いからなんかその着水音もすごいなんかソフトで、こういう規模感のところなんか非常にやりやすいですね。使いやすい。まあどんな時代になってもシーバスの本質って変わんないんで、やっぱりなんかこう本質を捉えてるルアーであればもうずっと釣り続くルアーになりますよね。お、来た。マジか。回収って感じで。うほほ。来た来た。スリム強っ。元気。ねえ、狭まってるところ地形が。いいじゃん。なんか最終日はね、まあ、答え合わせって感じの動きですねっていう流れで。一番釣れてるってことは合ってるってことですよね。楽しい。これがシーバスゲームだよ。やった。タイ3です。タイ3、タイドミノスリム。さて最後だね。こっからがちょっとこの開きなんか魚っ気があるんで、魚っ気というか水面になんか雰囲気が出てるので、最後ここだけやっていきますね。結構血合いも入ってるね。だいぶ今回の撮影のおかげでこの石川のエリアに対する理解度がまた増えてすごく嬉しいですね。まあ結局航空写真で探していくんだけれど、まあやっぱりその自分で経験してきたその釣ってきたポイント、まあ、やっぱこういうところでやっぱシーバスったことあるからっていうところで、まあ、全国どこ行ってもシーバスはシーバスだからやっぱり本質は基本的には一緒なんで、やっぱしっかり変化があるところ、ベイトがいるところとか、やっぱそういう基本のところはしっかり押さえつつ、まあ、ポイントを探していってっていう感じの展開。まあ、もちろんなかなかね写真を見ただけじゃ実際のと全然違うじゃんってこともね今回もありましたけど、まあ、やっぱり詰まるところ自分の足で歩いて、そして自分の目で見て確認していく。やっぱりその作業っていうのがね、やっぱりこの魚を探していく、まあ、この過程っていうのがやっぱりそのシーバス釣りのより面白いところだと、やっぱ改めて今回の撮影を通して感じさせていただきました。まあその日その時の状況に応じてね、フィールドにしっかりマッチしていけた内容だったんじゃないかなという自己評価で大丈夫ですかね。はい、じゃあこれで終わります。めちゃくちゃ楽しかったっすね。はい、お疲れ様でした。いやー、振り返ってみるとめちゃくちゃ楽しかったですね。最初はね、僕のこの石川県における経験値という部分をなぞっていく展開をしていったんですけれども、結果的には1匹は釣れたんですが、このままやっぱ追い込んでもねちょっとダメかなということで、新しい釣りを展開できてね、自分の経験値もね、増えさせていただいた兆候となりました。結果的に、スレもありましたけれども、5本のシーバスをね、キャッチすることができました。他にもクロダイとかね他のターゲットも、釣れたりもして、
改めてこの石川県のフィールドをね、満喫させていただいておりました。非常にねやっぱり今回も歩き回って、という魚を探していく過程で、出会った魚たちということで非常にやっぱね価値のあるね魚との出会いだったなというふうに思います。その貴重な出会いをねやっぱりつなげ止めてくれるのは釣り糸です。やっぱりねこういい糸を使うことによって、今回もね長時間の釣りでしたけれども、糸に対するねストレスとか、違和感とかねそういったものは一切感じませんでした。ね強い魚とのファイトでもしっかり安心してねファイトができたんで、結果的にどの魚もねしっかりキャッチすることができましたね。やっぱりこの貴重な出会いをものにする、そういったねライン選びも一つこのシーバスゲームにおいてはね大事な要素かなというふうに思います。ということで以上で、橋本康弘でした。どうもありがとうございました。かっこいい、最高ですね。